わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、メガ CD の名作シューティング、シルフィードをプレイしていくのじゃよ。前回はステージ4までクリアしたので、今回はステージ5からじゃ。レポンは、ようやく左右両方とも使えるようになったファランクスでいくのじゃよ。例によって、スーパープレイでも攻略プレイでもないのじゃが、このゲームは難しいので、いつも以上にブダブダじゃ。温かい目で見守っていただけると幸いじゃよ。ステージ5も、これまた音楽がかっこいいんじゃよな。そして、空間といステージ名の通り、途中から空間に突入する。目標である地球に近づくためにワープするという感じじゃな。しかし、空間にもかかわらず、敵は普通に攻撃を仕掛けてくる。しかも、以前のステージのボスが中ボスとして登場する。こいつはステージ1のボスじゃな。そして、このステージあたりから、とにかく雑魚キャラの攻撃が激しくなってくる。このゲームの雑魚は、出現パターンが時期の位置などによって微妙に変わってくる上に攻撃のタイミングも変わるので、いわゆるパターンを作るのが難しいのじゃよ。これは、ステージ3で出てきたボスじゃな。あと、このステージでは回復アイテムが全く出てこない。ミスが許されないという意味では、このステージが一番難しいかもしれないのじゃ。まあ、割と敵の攻撃を食らいまくってしまっているのじゃがな。ようやく空間を抜けたのじゃ。おう、これは木星じゃな。一気に太陽系に来たのじゃ。そして、そのままステージ5のボス戦に突入じゃ。このボスは正面からの攻撃が強力なので、回り込みながら攻撃ができるワイドビームが有効じゃな。なんとかボスを倒すと、一旦ここで母艦に帰還するムービーが入る。帰還したおかげで、シールドが完全に回復するのがありがたいな。最後のウェポンであるオートエイミングは、威力は弱いものの、ホーミング機能があり、雑魚敵にはなかなか便利な武器じゃ。オプション武器もすべて使えるようになったが、最終ステージへ向けてある程度は温存しておきたい。ある程度威力もありつつ、攻撃範囲も広がる、安定のファランクスでいくのじゃ。ステージ6は小惑星帯じゃ。火星と木星の間のアステロイドベルトじゃな。
実に地球へ向かっているわけじゃ。このステージの音楽もかっこいいのじゃ。容量的な問題で本当は CDDA で BGM を鳴らしたかったのが内蔵音源になってしまったらしいが、アレンジアルバムに収録された BGM でプレイしてみたかったのじゃよ。さて、このステージじゃが全体的にはステージ2のアステロイドに似ている。当たり判定のある段階とその隙間から攻撃してくる雑魚キャラなど構成自体は同じじゃが、より複雑かつ攻撃も激しくなっている。まあステージ2の難易度ハードという感じじゃ。途中では敵の戦艦も登場するので真正面でビームを食らわないように注意じゃ。とにかくこの辺りからは雑魚キャラの攻撃が本当に激しいので、ある程度動きのパターンを覚えて攻撃をしてくる前に破壊してしまいたい。この小惑星に設置された砲台から発射されるレーザーにもちゃんと当たり判定があるのじゃ。ただ敵に対しても判定があって時々撃ち落とされているのが良いな。奥の方に火星が見えてきたのでアステロイドベルトを抜けたようじゃ。そろそろボス戦じゃな。このボスは段階を避けながらの戦いというのが面倒じゃ。攻撃自体は時々撃ってくる誘導弾みたいなのに注意したい。とか言いつつもうなんかギリギリじゃな。シールドがゼロになっても武器が壊れエンジンが壊れるなど性能は落ちるがゲームオーバーにならずに続けられるのが素晴らしい。ボロボロになりながらもなんとか倒せたのじゃ。ステージクリアで回復するシールドは限られているのでギリギリでクリアすると次のステージがきついんじゃよね。とは言っても仕方ないので頑張るのじゃよ。今回も安定のファランクスで行くのじゃ。ステージ7は敵の機動要塞内部に突入じゃ。この敵が厄介じゃ。攻撃すると一気に反撃してくるので攻撃するタイミングをよく考える必要がある。そしてこのステージも中ボス的にボスが登場する。大して強くはないのじゃが何しろシールドがないので安全第一で行くんじゃよ。ほっといてもいなくなるのじゃ。この敵は倒せないので攻撃をかわすことに集中するのじゃ。このステージもステージ4の建設中基地と似た構成でまさに難易度ハード版と言える難しさじゃな。もう何が何やらわからないがとにかく必死にかわすしかないのじゃよ。こ
の中ボスも強くはないのじゃが、障害物のおかげで逃げられる範囲が狭いのがきついな。なんとかこの中ボスをしのぎきると、ようやく要塞の中心部に到達じゃ。このバリア部分はファランクスでもギリギリなので、オプション武器を使ってでも破壊した方がよい。要塞の動力部という感じじゃな。と言っても、このボスは倒す必要はない。一定時間、雑魚キャラを倒しながら耐えきればそれでクリアじゃ。ぐるぐる回っているのを避けつつ、あとは中央下でひたすら撃つだけじゃ。またシールドがなくなったのじゃよ。でも武器とかまでは破壊されていないのでまだマシかな。無事にステージ7もクリアじゃ。次も安定のファランクスじゃ。いろいろな武器を使う面白みがなくても申し訳ないが、正直余裕がないのでご理解いただきたいのじゃよ。さて、次は本作屈指の名シーンとも言えるステージ8、艦隊戦じゃ。味方の残存艦隊とザカリテの無人艦隊の艦隊戦のど真ん中を縦横無尽に飛び交う迫力のビジュアルシーンが見どころなのじゃよ。主観視点のゲームではナムコのスターブレードでも似たようなステージがあるが、いわゆる 2D 形式のシューティングでこういう表現を取り入れたゲームはそれまでなかったと思うのじゃ。本作が後のレイストームなどポリゴン表現を取り入れたシューティングに多大な影響を与えたと言われるゆえんじゃな。多数の砲台を持つこいつはセグのジオ級重巡洋艦じゃ。味方の通信も艦隊戦ならではの混沌とした状況を伝えてくれるのじゃ。Jレスキュー高速戦艦の真下から突っ込んでいく。まさに艦隊戦における戦闘機の気分が味わえるのじゃよ。ナイゼス級機動砲艦がこちらに向かってきたのじゃ。と言ってもこちらから破壊はできないのでひたすら避けるのじゃ。破壊されたナイゼス級の後方からボスが登場じゃ。ステージ5のボスの強化版じゃな。白い誘導弾のようなものが追加されているのじゃ。オプション武器のエネルギーも溜まっているので、ここはオプションのグラビティボムを使って早めに倒すのじゃよ。なんかほんとに毎回ギリギリじゃな。
ここからはいよいよ後半戦じゃ。今回はここまでじゃな。では、次回もよろしくな。